もい皆さんこんにちは、ひかりです。今回の動画はですね、先週末5月9日はフィンランドでも母の日だったので、いつも日頃の感謝の気持ちを込めて彼のお母さんにブラウニーを作って持って行ったんですが、その時のレシピを紹介しているのと、その日の様子をちょっと Vlog に撮ったので見ていただけたらなと思います。今回のブラウニーのレシピはヴィーガンにもできるレシピになってるんですけど、いつもヴィーガンの食べ物は食わず嫌いで食べてくれない彼もまた作ってっていうぐらい美味しくできたレシピになっているので、ぜひ試していただけたらなと思います。まず早速粉類を測って混ぜ合わせます。ちなみに今回は中力粉ベフナヤホーっていうのを使っているんですけど、日本の薄力粉にあたるのはカックヤウホーって呼ばれているのと、強力粉はサンプラヤウホーっていう風に言われていますね。フィンランドでバニラエッセンスっていうのが見つからなくてですね、このバニラシュガーっていうのがすごい一般的なので使ってるんですけど、バニラエッセンスがある場合は小さじ1で代用してください。カカオパウダー 35g、 エナジーバーのレシピ動画でもお話ししたんですが、カカオパウダーの方がココアパウダーよりも低温で精製されているので、栄養素だったりカカオのうまみもしっかり出るので、私はカカオパウダーの方を好みで使っています。そして粉をふるいにかけていくんですが、あくまでもこの工程はオプションなので、ふるい機があればやっていただけたらなと思います。塩を1つまみ入れます。そしてもちろんお砂糖ですね。フィンランドに来てから結構白砂糖も食べちゃってるんですけど、たまにならいいだろうということで、ちょっとコクを出すためにファリーニソケリっていう日本語で言うと諸糖になるんですかね。きび砂糖よりも少し水分が多いような感じの砂糖なんですけど、それもブレンドして入れています。もしお家にきび砂糖だったりココナッツシュガーがある場合は代用してみてください。カルダモンをすりつぶして入れます。ラズベリーとの相性がすごくいいのでおすすめです。ダークチョコレートを湯煎で溶かすために細かく刻んでいきます。熱湯を入れたボウルかお鍋の上にお皿を置いて、そこにチョコレートを入れて溶かしていきます。ココナッツオイルを使う場合はここで一緒にココナッツオイルも入れて溶かします。私は今回豆乳を使ったんですけど、アーモンドミルクだったり好みのミルクを使ってもらって大丈夫です。オイルは今回ルプシオリュ菜種油を使ったんですけど、ココナッツオイルで作った時も同じようにうまくいったので、ココナッツオイルでも大丈夫です。あとは太白ごま油とかも使えると思います。最後に溶かしたチョコを流し入れてさっくり混ぜ合わせます。ここぐらいまでかき混ぜてから 18cm×18cm の型に流し入れていきます。母の日だったのでちょっと赤い色が欲しいなと思ってラズベリーにしてみました。冷凍のラズベリーを使う場合、片栗粉を少しまぶしてからトッピングするとラズベリーが沈みにくくなります。大仏みたい。175度のオーブンで20分から25分ぐらい焼きます。
な感じで表面がひび割れてきたら OK です。粗熱が取れるぐらいまで常温で冷ましてから冷蔵庫に入れて一晩寝かせるとずっしりして美味しくなります。ホワイトチョコとココナッツオイルを湯煎したものをデコレーションしていきます。ホワイトチョコがちょっと固まるまで冷蔵庫で寝かせてから包丁で切って完成です。ご両親とおばあちゃんに会いに行く前にちょっと先週がワップのパーティーがあったので、念のため抗原検査をしてから行くことにしました。この日マーケットスクエアが開きましたっていうのを SNS で見たので、ここでお花屋さんからお花を買っていこうかなと思ってたんですけど、すごいガラガラで開いてなくて残念だったんですが、買ってきたお花をお母さんがこんなに綺麗に生けてくれました。フィンランドの春あるあるらしいんですけど、晴れたり急に雨が降ったり急に雹が降ってきたりするみたいで、ある意味新鮮で一人でもはしゃいじゃいましたね。美味しいご飯をたくさんいただいて、お家に帰ってきてからジムに行く代わりに散歩に行ってきました。この時間で夜の10時ぐらいなんですけど、こんなに明るくてだんだん日が長くなってきたなと思います。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。ブラウニーのレシピも本当に簡単にできるので、ぜひ試していただけたらなと思います。少しでも動画が気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。もう一回。